皆さんこんにちは。制作過程を3つの動画に分け完成までを収録しているプラモの時間へようこそ。今回の動画は青島4フォアのリア周りの組み立てまでを収録しましたので、よろしければご覧ください。まずは外装パーツの塗装から行ってまいります。4フォアに当時用意されていたカラーは、前期型ではレッドとブルー、後期型ではレッドとイエローが展開されていました。免許制度改正時に 398cc のエンジンになった4フォアの1、2ではサイドカバーがブラックとなったようです。今回タンクカラーとしたのはレッド。使用したカラーはクレオスのプリビアスレッドで、ガイアノーツの薄め液で 1.5 倍に薄め、エアブラシで吹き付けを行いました。血のような少し濃いめの赤というのがこのカラーの特徴です。塗装の工程としてはそれぞれ3工程で、1工程目は各曲線や角と呼ばれる部分を中心に、2工程目は広い面積の部分、3工程目は全体をムラがなくなるように塗装をしていきます。次に塗装前に各パーツ内で組み立てても問題ないパーツを組み立てていきます。エンジンパーツは腰下内部やシリンダー内部、キャブレターも忠実に再現されており、組み立てるのがもったいないくらい素晴らしいディティールのパーツたち。じっくり吟味しながら組み立てていきます。続いて分割パーツになっているエアクリーナーやフレームに取り付けて問題ないパーツも組み付けていきます。ブレーキディスクはそのままですとツルッツルの状態ですので、リューターの先っぽに固定し、回転させながらデザインナイフで円形の傷をつけていきました。歯ブラシで削りカスを取り払い、作業完了です。次にエアブラシを使った塗り分けです。まずはブラックから。艶ありのブラックとなりますが、こちらはフレームやスイングアームなどを塗装しました。次に艶なしのブラック、こちらは各パーツ、あとはメタリック塗料で塗装するパーツの下地として塗装をしました。続いてはホワイト、こちらはバッテリーを裏面から塗装です。次にメタリック系ですが、こちらはエンジン腰下とシリンダーをスーパーアイアン、シリンダーカバーとその他カバー類、フロントフォークにペダル類をスーパークローム、そしてキャブパーツや足回りのハブ類にはフラットアルミを塗装しておきます。ブラックは艶あり、艶なし、メタリックでは塗料の種類を変えるなどし、コントラストをつけていきます。続いてはスポークの張り替えです。準備するものは内径 0.4mm のアルミパイプ、0.3mm のバネ線、ピンバイスにヤスリとなります。過去に張り替えたバイク模型は長谷川の DT1 とバンダイの DT125 で、それぞれ違った手法で張り替えを行ってきました。今回はニップル取り付け部分を削る作業を追加し、さらに手をかけたバージョンでお送りします。まずはアルミパイプを 3mm 程度ニッパーで、バネ線を 20mm 程度ワイヤーカッターでカット。その後バネ線は先端部分を L 字に曲げておき、ハブ部分に差し込む準備をしておきます。曲げたバネ線をカットしたアルミパイプに通し、スポーク部の準備は完了です。今回は72本のスポークセットを作りました。その後ホイールの方は片面に合わせスポークを取り付けてスポークをカット。センターがずれてしまわないように3本ずつ作業をしていきました。
ハブ部分はピンバイスで穴を開けていきますので、デザインナイフとヤスリで削り滑らかにしておきます。ホイール裏面はスポークの方向をマジックで記しておき、ニップルを取り付ける部分をヤスリで削り込んでいきます。ハブ部分は 0.4mm のピンバイスで穴を開け準備完了。穴を開けた部分にバネ線を取り付け、ニップル部は削り込んだ部分にはめ込んでいきます。接着は瞬間接着剤を使用。この作業を72本分やったらホイールを合わせ塗装に備えます。続いてボーンミラーを使ったメッキ調塗装です。塗装を行ったパーツはホイール。キラッキラなメッキ調にするには下地をいかに滑らかにしておくかが大事なこと。ボーンペイントではボーンミラーの下地専用の塗料があり、アンダーブラックという塗料なのですが、この塗料が本当に素晴らしいです。滑らかで超光沢なブラックになり、最高の下地が出来上がります。塗装手順としては、下地を2000番のペーパーヤスリで滑らかにしておき、そこからアンダーブラック、ボーンミラー、フィニッシュクリアの順番で塗装。ボーンミラーは低圧で、遠目から何度かに分けて吹き付けを行います。フィニッシュクリアは低浸色なので、メッキも曇らずトップコートが可能。簡単にメッキ調の仕上がりが手に入ります。次に筆を使った塗り分けです。まずはメタリック系から。説明書指定通り、細かいエンジンパーツやエアクリの留め具、ブレーキレバーなどに対し、エナメルのクロームシルバーを塗装です。チェーン部分はメタリックグレーを塗装した上に、エナメル溶剤ブラックで墨入れをし、金具部分を4アーティストマーカーシルバーで塗装しました。エンジンパーツにも墨入れをし、キャブパーツのボルト類は4アーティストマーカーゴールドを入れておきます。バッテリーキャップはイエロー、エアクリフィルターはホワイトを塗装。ブラック系ではハンドルグリップ部分などのゴム類にフラットブラックを塗装するなどし、コントラストをつけておきます。次にデカールの貼り付けです。バッテリー部分に指定のデカールを貼り付け、綿棒で水分と空気を除去していきながら貼り付けていきました。こういう見えない部分もしっかり作り込めるのが青島の4フォアですが、こういったパーツ構成を鑑みると12月に発売される K0 も期待が高くなってきます。タンク部分にはホンダのエンブレムを、サイドカバーには CB のエンブレムを貼り付け完了です。続いてエンジンの組み立てです。こちらは塗装が全て終わった状態なので、説明書通りに組み上げていくのみ。腰下ブロックではクランクシャフトなどが、サイド部分ではクラッチやフライホイール、オイルポンプなどが抜かりなく再現されており、組み上げていくのを躊躇してしまうほど、メカフェチとしてうっとりしながら組み上げていきました。パイピングは先端を爪楊枝で広げ、取り付けやすくしてから組み込んでいきます。パート1でフィンを1枚1枚重ねて作り上げたシリンダー部分を腰下パーツに合体。キャブも一つ一つ取り付け4つのセットになりました。エアクリにはバッテリーを取り付けてフレームとの合体に備えます。
最後にリアの組み立てです。こちらも塗装は終了しているので組み立てていくのみ。リアフェンダーは分割式となっているのでしっかり接着しておきます。リアショックはピストンロッドやスプリングが再現されているのでサスの仕組みそのもの。こういった部分もありがたく勉強になります。ホイールにタイヤを組み込んだらスイングアームと合体。次にエンジンとフレームを合体していきます。まずはエンジン本体をフレームにしっかり接着したらキャブ、エアクリの順番で取り付け、その後フレームの片割れを接着したらスイングアームを取り付けです。しっかりフレームが接着固定したらリアショックやスタンド、ロッド類を取り付け、リアの組み立て完了です。キャブとエアクリ一式のパーツを取り付ける部分がなかなかシビアで難しかった印象です。今回はここまで。次回は完成までをお届けする予定です。ご視聴いただきありがとうございました。